こんにちは、オートウエストエンドです。まずはこちらの音をお聞きください。久しぶりになんか故障らしい故障、不具合らしい不具合が起きましてちょっと焦っています。はい。これ運転していましたらブレーキをするタイミングでよくこの音が聞こえます。ブレーキを踏まずに走行している間にも聞こえるんですが、大きさとしてはブレーキを踏むタイミング、そしてブレーキを離すタイミングがよく聞こえます。何なんですかね。いろいろ原因を予想しながら帰ってきたんですが、実はしばらく前からこれの100分の1ぐらいの音、たまにキュッとなる、そんな感じはあったんです。ただこれがね、何の音かっていうのがまだ分からずで、しばらく大丈夫だろうと思っていたら、いきなりもう昨日音がしだしたと思ったら、もう結構な音量になってしまいまして、で毎回ブレーキのタイミングでなると。なので今このタイヤを外そうとしていますが、ブレーキを引きずっているんじゃないかというのが、一番の予想、原因として考えていることです。そして次に、ローターがそろそろ寿命を迎えるなという感じだったので、それが原因かな、その2つかなと思いながら、今ねこのタイヤをこうジャッキアップして回していますが、手で回るんですよね。タイヤ自体重いので、回すの割と大変といえば大変なんですが、全然回って、そしてその回した時にキーキー音がするわけでもないので、これは引きずってはいないなというところで、一番原因だと思っていたその部分が、ちょっとそれも怪しくなってきたなという感じです。そしてこう外してみて、ローターをね見ています。もう結構なそのサイドのエッジの部分が立ってきていますし、このローターのこのブレーキパッドとね接する部分も結構な溝になってきていますので、寿命ではあります。ただこれが音が鳴るぐらい、そこまでの状態ではないと思うんですよね、こう見た感じだと。そしてこのブレーキパッドに関してはまだまだもう結構分厚い、残量はあるので、ブレーキパッドではない。そしてこの部分は結構ね立っているので、もうこれは変えなければいけないというのは確かなんですけどね。もう本当にブレーキパッド、ローターもう削れて、もう鉄の部分が見えてくるぐらい、ローターでいうともう土台の部分、このローターに穴が開くぐらい減っていったら、もうこれが原因だって思ったんですが、いやそこまでねさすがにいかないので、ちょっとわからなくなり、で他のローターも見ています。他のタイヤのも見ていますが、やっぱりこう見てみますと、後輪よりも前輪、こちらも結構筋が入っていますので、前輪のローターがヘリが多いのかなと思います。この今回の音が原因がローターではなくても、もう近々変えていこうとは思います。あと音が鳴る原因としては、このローターの周りのこの角の部分がもう立ってきてしまって錆がついて、で
このブレーキパッドとね当たった時に音がすることがあるので、それかなと思いながらサンドペーパーでね削り落とすような感じでこすっています。確かにね結構サビ溜まっているので、これでもだいぶ下に落ちました。でもこれかなとかねこれじゃないと思うんだけどなとか考えながらやっております。ちなみにキャリパーに関しては今まで乗ってきた車で問題になったことがなく、お恥ずかしながらキャリパーのオーバーホールはしたことがありません。ブレーキパッド交換してキャリパーのね、塗らなければいけないところにグリスを塗ったりっていうぐらいなんですよ。なので逆にそのキャリパーに関して問題があると、ちょっとこれ自分も勉強しなきゃいけないので直すのも時間がかかるなとか思いながら、ただ引きずっている感じではないので、でキャリパーじゃないのかなとかすいませんね、今回は全然もうちょっと見当がつかずいろいろやっております。で一応キャリパーに関してはこのガイドピン、今アングルが反対側になりましたが、そのガイドピンに関してはここまだ1回も購入してから開けたことがないので、ここの滑りが悪くなっていて戻りが悪くなりで引きずった状態になっている時があるのかなと思い、ちょっとそのガイドピン自体のルーブリカント、そのグリスとかね、その状態を見てみようと、錆びてないかなと。本当はねピストンとかも開けてみたいんですが、その工具が手元にないので、それをオーダーして待っていてもまた時間がかかるということで、自分の手元にあるものでできる作業としてはガイドピンを見ようということで、見てみましたらグリスはもうほぼ乗ってない状態だったので、それもねグリス今それもオーダーしてます。それも塗らなければいけないんですが、にしてもそんな大きな傷とか錆とかはありませんでした。なので汚れをショップタオルで拭き取って、でちょっと残ったグリスで頑張ってまた入れてというところです。なのでこれも問題ではなさそう。でこのキャリパーの下の方のねガイドピンも今外してやっております。ちなみにツールは 7mm の六角棒ですね、ヘックスビットです。このキャリパーのオーバーホールとなった場合はね、どうしましょう。またいろいろフォーラム読んだり YouTube の動画を参考にさせていただいたり、もう手探りでやることになりそうですが、ちょっとね時間がかかりそうな気もします。なんとかキャリパーでないことを祈りながらやっております。とりあえずガイドピンに関しては異常なさそうでしたので、今回キャリパーに関して本当に表面の部分しか見れていませんが、一旦これで終わろうと。でなので29ニュートンメートルでトルク締めをして、キャリパーは一旦これで OK と。そしてタイヤを戻して、これで今回やった処置としてはローターの周りの錆びを落として、そしてガイドピンのチェックなので、どうでしょうね。これで治っていたら万々歳なんですが、それ以外ちょっとタイヤをね回してみたりしたそういったチェックをした上であんまり特定できない状態なので、手応えがない感じではあります。タイヤの方は140ニュートンメートルでトルク締めをしていきます。ちなみにホイールガイドボルトという便利なツール、前に紹介しましたが、それを使っています。一応概要欄にねリンクは貼っておきますので、気になる方は見てみてください。とても簡単にタイヤを取り付けることができます。 BMW はラグナットの形式ではなくて、このボルトを差し込む感じなので、ローターの方からボルトが飛び出していないんですよね。ローターに穴が開いているだけなので、タイヤの
ボルトの穴を合わせるのがすごい難しくて、で結構大変だったんですが、そういったツールを使うと簡単にセッティングすることができます。はい、ということで反対側も見てみようと。そしてこう回していますが、こちらも全く問題なく、引きずりとかもないですし、実はこの運転中に聞こえていた音、助手席の方から聞こえていたのかもしれない、こっち側から聞こえていたのかもしれないということで見ていますが、こちらもローターの寿命はなさそうなんですが、でもあんな音を出すようなそういった状況にまではまだ行っていないと、そういう感じでした。このホイールから出ているこのピンが先ほどご説明したガイドボルトですね。はい、ローター自体もこう回してみますと、かすかな音はしますが、ただもう本当にキューキューという音はしないので、これもキャリパーが問題ではないと思いました。こちらも同じようにサンドペーパーをかけて、でタイヤ戻してもう一回外に出て確かめてみましたが、止まるとね音はしないんですが、やっぱ動き出すとするんですよ。でしばらくこう音を聞きながらね運転しても考え込んでいたんですが、ブレーキの時もそうなんですが、ちょっとした段差の時にちょっと音が強くなっている気がしました。なのでこれはもしかするとブレーキ関係ではなくて、ローアームとかコントロールアームとかサスペンション周りのアームのブッシュなんじゃないかと、そんな感じがねそんな雰囲気が漂ってきました。ちなみに信号待ちの時は全く音がしないので、ファンベルトとかそういったベルト関係ではないのは確かです。家に帰って車体を揺すってみました。音しますよね、キュッキュと。なので僕はこれアーム関係、そのブッシュ周りなんじゃないかと確信を持ちましたが、皆さんはどう思われますでしょうか。はい、ということで今回の動画、原因究明のような感じになりました。引き続き修理していきます。この続きがまた見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。